よっしゃ、オッケー。ハズブロマーベルレジェンドマキシマムシリーズからスパイダーマンの紹介です。マキシマムシリーズというのは値段がちょっとお高いハイエンドなニューシリーズ。マーベルレジェンドにはカテゴライズされているものの、新たな生産ラインを立ち上げ製造された全く別物なので、いつもの流用パーツなどはない完全新作。maybe 多分。では開けていくぜ。どんな感じでしょうかね。今回のこのニューシリーズ第1弾のスパイダーマンね。出てこい出てこい、ピーター・パーカーと。プロポーションはいいですね。持った感じはなかなかいいんじゃないでしょうかね。よし、ではね、中身の方すべて取り出していきます。はい、ではね、早速比較なんですけど、今手元にあってすぐ出せるマーベルレジェンドのスパイダーマンと並べてみよう。右からこちらがいわゆるピザスパイディですね。これがレトロパッケージ。そして現時点最新素体と思われるスカーレット・スパイダーマン。どれも違いがあってよくできていますね。次にこちらはマフェックスのコミック版スパイダーマン。なぜこやつを持ってきたかと言いますと、今回のスパイダーマンね、特定のアーティストが描くスパイダーマンをフィギュア化しているわけではないですが、しかしレジェンドアーティストトッド・マクファーレンが描くスパイダーマンに似ているとも言われているんですね。こちらのマフェックスの方も確かね、パッケージ裏にマクファーレンが描いたイラストのようなものねが用いられたと記憶しているんですけどもね。なのでコンセプト的に近しいもの同士並べてみました。こうやって見てみますと、今回のやつね、なるほどマクファーレン顔に見えはするんですが、正直自分としてはマクファーレンウェブスというよりは、これまたレジェンド・オブ・レジェンドアーティストマーク・バグリーが描くスパイダーマンに見えるかな。まあどう感じるかは人それぞれなんですけどもね。そしてこやつを並べないわけにはいきますまい。トイビズのスーパーポーザブルスパイダーマン。個人的にね、すべてのスパイダーマンのアクションフィギュアでこれを超えるもの未だ出会ってないですね。今回のやつと並べてみても多少古臭さは感じるものの全く引き取らない。こちらのスーパーポーザブルスパイダーマン、結構昔のフィギュアで価格が高騰しているんですよね。なので現時点でマーベルレジェンドや元へスパイダーマンのアクションフィギュアそのものとしては今回のやつ決定版と言ってもいいんじゃないでしょうかね。それほど素晴らしいです。スタイルが良くてプロポーションは完璧です。しかしスーツのウェブパターンはプリントですね。この辺ね、モールドで再現してくれるかなと思ったんですが、今回もプリント。これ個人的にちと残念。ウェブパターンの印刷のズレなどありませんね。めちゃくちゃ綺麗です。背中から見るとプロポーションの良さがよくわかりますね。背中のウェブパターンもズレとかありませんでした。頭部を見てみましょう。完璧で誰もが好きなスパイダーマンではなかろうか。たまに見られる目の塗装のはみ出しやスーツのウェブパターンのプリントずれ、それらは全くありませんね。綺麗です。こちらはもう一つの頭部パーツ。右目が小さくなりいぶかしんでいるような表情。このあたりね、もっと大胆に目を小さくしてもよかったのではなかろうか。でですね、このような主にコミックで描写されるスパイダーセンス発動エフェクトパーツ、これをね、この頭部につけてあげるとマスクの表情も相まってめっちゃ様になりますね。これは遊べる。こちらは素顔ヘッド。笑みを浮かべた表情がピーターらしさを再現していてなかなかよくできていますね。ただ若干目力が強く見ようによってはちょっと怖い。可動範囲いきましょう。これめちゃめちゃ動きますよ。頭部接続箇所は首の付け根と頭の付け根ですね。それを踏まえて上はここまでいけてうつむきこうでぐるりと回ってぐりぐり傾き取れるんですよね。で肩バタフライ機構があってここまで動いて横へはこうでぐるりと一周二度でバイセップスがあって
肘が二重でここまでいけて、この前腕部で交換の兼ね合いもあってこのように動いて、手首はこのような可動で、胴体接続箇所はお腹と胸ですね。それを踏まえて後ろへはこうで、うつむきこうで、胸の部分ボールなのでこのようにぐりぐり傾き取れますね。股関節に引き出し機構があって引き出せて、前へはここまでいけて、後ろへはここまでというか、これぐるりと一周できますね。股割りここまでできて、ももにロール、膝が二重でここまでで、ブーツで可動あって、で足首後ろへはこうで、前へはこうで、つま先可動あるんですね。傾きも取れて接地性抜群ですね。その他の付属品を見てみましょう。まずはウェブスイング用のウェブが2本。非常に造形はよくできていますね。ただ軟質で結構柔らかいんですよね。なので遊び方がちょっと難しいかな。ウェブブラストのエフェクトパーツ、これ大きくて結構迫力があっていいですね。そしてウェブネット、これもね、なかなか遊べそうなアイテムですね。そしてそのエフェクトパーツを支えるスタンドが1つ。エフェクトパーツそれぞれに穴が開いているので差し込んであげる。スタンドが1個しかないのでどちらか選択式。こちらはウェブシールド。キャプテンアメリカのシールドのように接続。表面に少し黒でウェザリングしてあって、これがいかにも攻撃を防いだようでかっこいいですね。これも遊べる。交換用手首パーツはまずウェブシュート用の手首、これ左右で造形が違いますね。そんなウェブを発射した瞬間、エフェクトパーツが手首に取り付けられている。これも左右で造形が違いますね。で、開き手が左右分と、ウェブスイング用の持ち手が左右分。これは結構珍しいですね。手袋を脱いでウェブシュートが見えた前腕部。前腕中間部から丸々交換。これも左右で手の造形が違いますね。手首に可動はありません。それを取り付けるとこんな感じになりますね。マキシマムシリーズ第1弾のスパイダーマンを見てきたわけですが、豊富な手首パーツにエフェクトパーツが付属してプレイバリュー高きアイテムかと思うんですが、個人的にはね、身も蓋もない言い方になりますけど、これらいらないかな自分ね、マーベルレジェンドとかアクションフィギュア、格子しばきながら、フィギュア一体もしくは対戦相手手に取ってガシガシ動かして妄想しながら遊ぶんですね。なんでいちいちハンドパーツ付け替えたり、こんなエフェクトパーツをね、置いたりして遊ばないんですよ。これもね、個人的にはなんですが、付属させるならもっと本体自体ガラリと雰囲気変わるものが良かったですね。例えばね、マスクが破れたダメージヘッドだったり、あとピーターの食いしばり顔ヘッド、これね、結構コミックで多かったりするんですよね。そんな今まで見たことないパーツ欲しかったかな。それこそハンドパーツはね、握り手、ウェブシュート、開き手、この3つで事足りますしね。はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。